はい、森田九郎です。今日は、先日ですね、足痩せに必要なストレッチはこれっていう2分でできるストレッチの方法をご紹介させていただいたんですけども、そのストレッチの中で、どうしてもそのストレッチの動作っていうのが、そもそも関節が硬すぎてそっちまで持っていけませんっていう方が結構多かったんですね。で、そのストレッチ自体でだんだん柔らかくなっていくっていうことはあるんですけども、そのストレッチをする前にある筋肉をほぐすと、よりそのストレッチの効果が高まるという場所があります。はい、その場所はっていうと、筋肉名で言うと小殿筋、大殿筋じゃないです。中殿筋でもないです。小殿筋という筋肉なんですけど、お尻の筋肉、大殿筋と言われる筋肉は、ここに仙骨っていう骨があって、そこの骨からこういう感じにお尻のね下の部分も合わせて、この辺とこの辺についてるお尻の下の部分を使ってるのが大殿筋ですね。はい、でその上の部分、中殿筋っていうのはお尻のこの上部分のこのお尻の高い位置を作る筋肉なんですね。大殿筋と中殿筋っていうのはこれ知ってる方意外と多いんですけど、さらにですねこの中殿筋の、さらに深部ですね、中の方にあるこの辺にある筋肉なんですね。この辺にある小殿筋っていう筋肉、中殿筋の下にあります。中殿筋の下にある筋肉、この筋肉がここの出っ張ってる骨、大天子って言いますけど、この大天子という骨のところにクックッと巻きついてるんですね。でこの巻きついてるここにある関節の周りにある、またこれも、言葉がねいろいろ解剖学の言葉で難しいんですが、関節包っていう関節の周りの袋みたいなのがあるんですよ。はい、その関節の周りの袋の部分がなんかねぐちゃっとなっているって言いますか、はい、なっていて、要は筋肉の滑りが悪くなってるんですよね。でここの滑りが悪くなってる、筋肉が硬くなっちゃっていると、この間ストレッチの時にも言った内旋、股関節が、この股関節がぐっとこう内側回しにねなってって、この骨が外に引っ張られた状態でここ自体が硬くなっちゃってるっていうことが起きてるんですね。でここ自体をストレッチするのでもさっき言ったようにいいんですけども、ここを例えば、また出ました、森田黒式ほぐしローラー、別にこれじゃなくてもいいです。いつも言いますが、これじゃなくてもよくて、これ以外にも、ローラーみたいなのあるんですけど、この太さっていうのがあんまりないので、意外と太いと当たる面が大きすぎちゃってダメかもしれないです。だからローラーだったらこれぐらい細いのがいいですけど、これぐらいですね。もう人差し指の長さぐらいの直径なんで、これ以上の直径があるとちょっとうまくはまんないかもしれないです。はまれば全然いいんですけど、これだけじゃなくて、あとはテニスボールとか、ほぐし系のものを紹介した時があると思うんで、そういうのとかなんかでもいいんですが、ちょっとボールとかそういうのとかで当ててもらっても全然構わないです。場所が合ってれば全然構わないです。ただ、ボールの方がピンポイントで当たるっていう利点があるけども、こういう面で当てる方が失敗が少ないっていうか、はい、どっちでもいいです。はい、今日はこのほぐしローラー、せっかく僕が出してるんで、使わせていただきます。でまず、このほぐしをする前にチェックですね。ご自身で足の裏と裏をくっつけて、でその時にもうこういう風に膝がさこう地面につくかどうかのチェックをしてもらいたいんですね。でこれぐらいの人とかもいると思うんですけど、こういう感じの人とかもいると思うんですよね。でこの股関節のこの膝が外旋させてね、股関節を外旋させて膝が地面につくかのこの近さから、この股関節の内旋具合、外旋が苦手だなっていう方を、チェックしてもらって、で自分の例えば僕だったらこっち、右の方がちょっと浮いてるなみたいな感じで極端にこういう風になってたとしたら、じゃあまず右をやろうということになるわけですね。だってさ、この状態でもうこんな風に浮いちゃってるんだったら、このストレッチする時なんかこっちに持っていかなきゃいけないのに、こ
こういう風になってよりできなくなってしまうんで、なのでもうここの筋肉がカチカチなんですよね。この小殿筋のね関節本のところが非常に硬くなっちゃってるので、そこに当てていくというようなイメージです。はい。じゃあさっき言ったこの大天子とこの腰の部分ですねの間のちょうど大天子寄りの部分のここの部分に当てるような形でこう当てる感じですね。はい。当ててで体重をかけていくんですけど、こうねちょっとこう乗っかっていくようなイメージですね。で少しコロコロコロっとするとうっつらみたいなところがここみたいなところがそこそこみたいなところがあるので、それはちょっと感覚的なものですが、大体ここかなっていうところにいたみたいなところがあるので、そこを見つけたらここでじーっとこの状態で30秒以上、できれば60秒この状態をキープしてもらいたいんですね。はい。でちょっと位置がだんだん体が慣れてくるので、ちょっと慣れてきたなと思ったら位置を少しずらしちゃったりだとかしてください。でこの辺を一面をねゴリゴリゴリという風にあんまりやってしまうと、どちらかというとこう筋肉を痛めてしまったりだとか、挫滅させるような感じで余計そこが痛くなっちゃう方が少なくないので、全然痛くないよっていうことであればやってもらってもいいんですけど、やればやるほどいいというわけではないので、大体そうですね60秒以上やっても90秒以上やってもそんなに大きな効果は得られないんじゃないかなというふうに思いますので、この状態でねじんわりほぐしてもらっていればそれでいいかなと思います。時々ちょっと転がすというような感じですね。はい。でこのほぐしを終わった後にもう一度足の裏と裏をくっつけてグッとやってもらうと、あれさっきよりここがすっきりしたのか行きやすくなったなっていうことが起きると思うんですよね。はい。さっきこんなんだったのがちょっとこうなったかもっていうようなことが、あるかもしれないし、あれもうベタってついちゃったみたいなこととかもあるかもしれないです。はい、できればですね両方が同じぐらいにほぐれた方がいいんですけど、硬い方を特にやってもらってで、ストレッチなんかを硬い方を重点的にやるだとかっていう方法でもいいと思います。一応この動画では反対側も60秒やっていきますね。反対も同じ位置です。同じ位置に当ててこの状態で60秒ですね。こっちの膝ですね。こっちの膝を軽く曲げた方が深部まで入りやすいかなと思います。ピーンと伸ばしちゃうと筋肉がピーンと張ってしまって奥の方に入らないので、曲げてあげた方が緩んで表面の筋肉が緩んで奥に入っていきやすいかなと思います。はい、反対側も60秒ですね。僕のこの30日でスキニーデニムの似合う私になるというこの本でもね、このほぐしは紹介してるんですが、そこではテニスボールとかっていうふうに書いてありますが、このほぐしローラーがその後出たんでこっちの方もおすすめですね。はい。でこれをやってから、この間のストレッチをしていただくとより効果が出たりだとか、あとはスクワットをする前とかなんかにこのほぐしをしてもらうと非常に股関節の動きが良くなります。はい、結構です。じゃあ最後にねもう一度チェックをしていただいて、これでくっついたぞみたいなことも起きるかもしれないし、これでまだ左右差があるようだったらもう少しこっちのほぐし、ただたくさんやればいいっていうわけではないので、少しずつね悪い方の方を増やしていってもらうような感じで、あんまり無理にゴリゴリやればやるほどいいと言ったように思わないで、だんだんほぐしていけるようにしてもらって、ここがくっつくようにまで持っていけると相当ここのスペース、股関節のスペースが広がってきて、これでしっかり前に倒れたりだとかっていうことができるんで、やっぱりこの膝曲げた状態での開脚といいますか、この状態が作れずに、股割り開脚
なんかはできるわけがないし、この状態で骨盤がこういう風に倒れてしまう人とかなんかはやっぱりここ硬いんですよね。はい、ここがしっかりほぐれれば骨盤が立ちやすくなってきます。横から見た時にどうしても丸まっちゃうっていう人とかなんかはしっかりここで立たせられた上で倒れないとあまりストレッチとしての効果が出てこなくて、背中がこう丸まってしまってもあまり意味がないです。はい、しっかり骨盤から倒れてストレッチをかけるってなると、この内ももの深いところが伸びてきて、はい、その前にもうここが辛いよ、外側の方が辛いよっていうことであれば、さっき言った、はい、この動画でのほぐしっていうのをしてもらうことと、片方ずつのこういうストレッチなどをしてもらって、だんだん股関節を外旋で奥にしっかりはまっていくようにするっていうことが美脚に第一に必要なほぐしかなというふうに思いますので、このほぐしと、この間のストレッチ合わせてもらうと、何がいいかっていうと、歩く時にお尻が使いやすくなる。で、トレーニングの時にお尻が使いやすくなる。で、結果的に前ももの張りが取れる。外ももの張りが取れる。ヒップアップする。いいことずくめになってきますので、はい、ぜひこのストレッチを試してみてください。